はい、こんにちは。今回は強制スクロールと迫る壁というお題でやっていこうと思います。今回の内容はシャープ16でジャモさんが9月に質問してくれた内容で、質問から3ヶ月近く経っているので遅すぎるんですが、何かの参考になればという感じで動画にさせていただきます。またその質問で書いてくれた画像を動画に使わせていただきます。これくらいしっかり書いてあると答えたくなりますね。3ヶ月経ってしまいましたが。まずカメラをスタートからゴールまで動かすっていう形のものを作ってみたいと思います。で今までのシーンで、考え方をちょっとシンプルにするために空のレベルを今まで使ってたものと別のレベルを用意します。レベル04にします。で、レベル04を開いて、この真っ黒のシーンの状態でこのタイルマップを新しく1個用意したいと思います。タイルマップを作るときにこのタイルセットを右クリックからクリエイトタイルマップをして名前をステージ04で、このステージ04をステージ04のグリッド表示にした状態で、このマップウィズを横幅を50にしてアップハイトを20にします。少し横長の状態にしておいて、今まで、こんだけたくさんある中この四角ばっか使ってますが、この白い四角を壁として使おうと思います。床は2列くらいあった方がいいかなという感じで2列にして塗りつぶして、一応右側端っこがゴールっていう扱いで、とりあえずこんなステージを左から右に移動させようと思います。で、これを作ってこのピクセルパーアンリアルユニットに関しては 0.2 にしておくことで、スケール5倍にしたのと同じような効果っていう形で、今までそういう形で作ってきてしまったので、同じ感じで用意しようと思います。で、画面にドラッグして場所はどこでもいいんですけど、分かりやすいように x0y0z を1400っていう位置関係に置いてあります。この状態で左から右にカメラを移動させたいなと思います。あとはプレイヤースタートを置いて、この状態で一旦プレイをしてみると、いつも通りちょっとカメラが変な位置にあります。いつもこのブループリントのレベルブループリントでカメラの位置を調整してるんですが、今回はちょっともう少し横着した方法としてカメラ、このカメラを画面に直接置いて、このトランスフォームの値を Z にマイナス90にして Y 軸の位置を1000くらいにして、そういう風に置いた状態で、このオートプレイヤーアクティベーションっていうのをプレイヤー0にすることで、こうすることでカメラの情報がプレイヤーからこっちのレベル上に置いてあるカメラにアクティベーション、制御がこっちのカメラに、順位というか、こっちが優先度の高いカメラですよっていう扱い。こういうアクティベーションプレイヤー0のカメラがなければ、基本的にはプレイヤーコントローラーに接続されてるコントローラーに関連するカメラが、プレイヤーのカメラとして扱われると思うんですけど、こういうこのオートアクティベーション法プレイヤーっていうのがプレイヤー0であれば、一人用のゲームの場合はプレイヤー0っていうのがプレイヤーなんですけど、ここの設定したカメラが一番優先度の高いカメラっていう扱いになります。このカメラを左から右に移動させるっていう方法でもいいんですけど、ちょっとその場合、このレベルでしか使えないカメラになってしまうので、ちょっと他でも使えるようなカメラっていう形で、これでレベル上にポンと置いた状態でオートアクティベーションカメラってやるのが一番簡単ではあるんですけど、今回はそれとは違う方法でブループリントを用意していきたいと思います。ブループリントフォルダーの中のオブジェクトの中に1個ブループリントを増やします。ブループリントクラスを選んだ状態でアクターを選んで、名前を
bp アンダーバーカメラアンダーバースクロールにします。左上に出てきた。この BP カメラスクロールをダブルクリックで開いて、まず1個スプリングアームを用意します。スプリングアームの先にカメラを選択して、スプリングアームのこのどれだトランスフォームの回転をマイナス90にして、このターゲットアームレンスをいくつでもいいんですけど1000くらいにちょっと離しておこうかと。そんなに離さなくてもいいか。とりあえず1000にしておきます。で、このカメラコリジョンの Do Collision Test っていうののチェックを外します。これに関しては、このスプリングアームっていうやつが途中壁とかにぶつかったら、その壁より手前に行くような処理を勝手に組んでくれてるんですけど、そういうのを使う場合は、ここのチェックが入っている必要があるんですけど、今回は手前に何かがぶつかってカメラが前に行くみたいな処理は使う予定がないので、あとスプリングアームに障害物が当たるとカメラが変な動きするので、それを避けるためにこのコリジョンカメラのスプリングアームのコリジョンを切っておきます。でこのスプリングアームなんですけど、このスプリングアームっていうのがコンポーネントティックっていう形で2回前くらいの動画でティックの、話をしたんですけど、その時にもこのスプリングアームはコンポーネントティックっていう形でマイフレーム何かしら処理をしているコンポーネントなので、あんまり気軽に使うと少し重めなのかな、軽い処理ではないっていうものなので、今回も別に使う必要はないんですけど、このスプリングアームがあることによってこのラグっていうところにイネイブルカメララグっていうところにチェックを入れたりすると、移動してカメラが遅れてついてくるみたいな処理がしやすかったりするので、なんだかんだでこの、汎用性が高いやり方なのかなっていう気がするので、別に今回はスプリングアームは必要ないんですけど、スプリングアームを使って、位置調整をしていこうと思います。で、スプリングアームの設定は、これで済んだというか、一応それくらいにしておいて、このカメラの設定を、今このデフォルトのパースペクティブの90度っていう画角になってるんですけど、これを平行投影の2048っていう風にしておくと、これ別にパースペクティブでもいいんですけど、平行投影にしておくことで、このプレイヤーの、今までずっと使ってきたこのプレイヤーのカメラがこの平行投影の、2048っていう画角、画面の幅でやってきてたので、それと一緒にするんだとしたら、この平行投影の2048っていう設定に、しておくことで、見た目が変わらないかなっていう感じになります。で、あとはこのカメラ設定の中でいうと、このカメラオプションのコンストレイントアスペクトラチオに一応チェックを入れておこうかな。これはこういうプレイヤーのこのビューポートの今の状態だとあれか、基本設定今のところ16対9の画面の幅なんですけど、こういうちょっと変則的な画面サイズ、横長の状態になってたりすると、16対9に収まらない部分も表示されるっていうのがベースの設定なんですけど、ここのコンストレイントアスペクトレチオに入れとくと、16対9に収まらない部分を黒く塗りつぶすっていう設定がこのコンストレインアスペクトラチオなので、とりあえず今のところ16対9で収めようと思うので、ここのチェックを入れておきます。ただあれですけどね、このハット、こういう画面のウィジェット UI 表示に関しては、このアスペクトラチオの黒い部分に影響されずに、今のところこれはウィジェット側の設定ですけどね、こっちのウィジェット側の設定で画面から出ないようにどうするかとかっていうのはそっちの設定になってくるんですけど、とりあえずそこを平行投影入れて2048にしてコンストレインアスペクトレチオにチェックを入れてレターボックス表示にするっていうところまでやりました。で、このスプリングアームとカメラのベースの設定が済んだら、このイベントグラフに飛んで、今回はこの begin だけ使うので、この tick to actor begin overlap はちょっと消しときます。ここで get player controller get
トプレイヤーコントローラーを持ってきて、このコントローラーから右にドラッグしてブレンドってやると、セットビューターゲットウィズブレンドっていうのが出てきて、このノードがこのカメラビューをどこからどこに変更しますかみたいなノードになっていて、基本何も設定してなければカメラプレイヤーコントローラーが制御しているカメラを持ってきて、新しいニューターゲットはどこですかっていうところで、ここにセルフと打って、このゲットアリファレンストゥセルフっていう形で、自分、このアクター、カメラアクターにセットしますっていうのを、このアクターが呼ばれたら、このセットが走るってやつですね。この辺、ブレンドタイムとか何秒間で遷移しますかっていう設定ですけど、そこは、とりあえず置いといて、これをやることによって、これをセットすることによって、このカメラをここに置いて、この状態でプレイを押すと、今まではカメラに追従しているのがベースだったんですけど、この動かないカメラっていうのがベースで さっきはこのカメラを出して、ここのアクティベーションのプレイヤー0ってやったんですけど、このカメラじゃない形で使う場合はこういうこのカメラ用のアクターを用意して、このカメラがこのコントローラーからビューのターゲットをこっちに持ってきますよっていう設定をすることでカメラビューが撮れるっていう感じですね。あとはこのビューを左から右に移動させるっていう処理を組んでいきたいと思います。あとこれちょっと気をつけたいのは、これ今このゲットプレイヤーコントローラーから右にドラッグしてブレンドってやったんですけど、単純に何もないところでブレンドとかってやっても多分目的のこのセットビューターゲットウィズブレンドっていうのは出てこないので、これを出したい場合はこのコントローラーだったり、カメラ系の多分カメラ系のものから引っ張ってくるのかな。このコントローラーから出せば出てくるんですけど、他にどうやって出すんだろう。カメラからだったら出るんだっけ？出ないですね。ちょっとこれの出し方は一応今のところこのゲットプレイヤーコントローラーから出すっていう方法で覚えてください。で、左右に移動させるためにちょっと変数を用意しておきたいんですけど、まず用意する変数としてゲットプレイヤーロケーション、かぶって邪魔だな。ゲットプレイヤーじゃない、ゲットアクターロケーション、ちょっと邪魔だなこれ。ゲットアクターロケーションで、このゲットアクターロケーションを変数に昇格で、この値を変数名をスタートポズにします。で、このゲットアクターロケーションの値にプラスベクターってやる形で、このいくつ足すかっていうのに対してこれを変数に昇格して、ここの値をゴールエディットで、このゴールエディットの設定をこのインスタンス編集可能にチェックを入れて 3D ウィジェットを表示にチェックを入れる。そうすることで画面上で触れるようになるので、ちょっと後で見ますねこれ。で、あとはここの足し算された変数をいくつかっていうのをセット、アクターのポジションプラスいくつかっていうのをここに変数名をゴールポズ、スタートポズとゴールポズっていう形で、ゴールエディットに関しては位置関係を調整するっていうやつですね。これをコンストラクションスクリプトって言って、ゲームが開始する前にここで調整しますっていうやつで、そのデータを持った状態で、とりあえずこの D を押しながらクリックでディレイ、いきなり動き始めるとちょっとプレイヤーがびっくりすることがあるので、とりあえず3秒経ってからタイムラインを追加。この名前をタイムラインカメラにします。で、ダブルクリックで開いて、長さをとりあえず5秒のままにしといて、フロートトラックを追加で、トラック名をアルファにしときます。で、これ最近覚えたんですけど、シフトを押しながらクリックで、いちいち右クリックしてって昔やってたんですけど、シフトプラスクリックでここのキーが増やせるっていう状態ですね。で、シフトを押しながらクリックでキーを2つ用意しといて、5秒後に値を1にするっていう状態にして、この水平方向、縦方向っていう形で全体が見えるようにして、
5秒間かけて0から1になるっていうグラフを用意します。で、このアップデートのところからセットアクターロケーションを用意して、ここの調整をこのニューロケーションから左にドラッグしてラープベクターを用意して、このアルファにつなげることで今5秒間で0から1になるっていうのを5秒間で A から B に移動するっていう設定につないで、あとはこれをスタートポズを A につないでゴールポズを B につなぐっていう感じですね。まあ後で整理するとして、これはこれでこんな感じって感じですかね。であとはこの状態でこのレベルのこのカメラをクリックするとこのゴールエディットっていうこの、見づらいか、この青いひし形のオブジェクトが、さっきこのコンストラクションスクリプトでこのゴールエディットっていうところでインスタンス編集可能と 3D ウィジェットを表示にチェックを入れたことで、このレベル上でこの座標というかこれが見れるようになるので、これが一応ゴールっていう設定になってるんですね。どのくらい右に行くべきかっていうのが、2000くらい右に行きゃいいんじゃないかなっていう感じですね。位置関係に関しては、数字的にちゃんと把握できれば数字で見ていった方がいいかなと思うんですけど、とりあえず今のところ適当に置いときますって感じですかね。このひし形でゴールを2000右にセットするくらいな感じで、これでプレイしてみましょうか。プレイ。カメラが右に移動して止まるっていう感じですね。ただこの状態だとプレイして今右に移動したんであれですけど、この状態だとキャラクターが置いてかれるっていう状態なので、そこをブロックさせるっていう話の部分をあれですね、このジャモさんが昔書いてくれた、これあれか、プレイヤーが置いてけぼりになるっていうのはこの状態ですね。で画面外でも操作可能、画面外に行かなきゃいいっていう話ですよね。でこのカメラを左右に右に連続移動させていき、ゴール地点付近で移動を終わらさせる。画面外にギリギリにブロック属性を持つコリジョンを持った縦長の透明オブジェクトを設置。カメラを左端に追従するように、とりあえずこの画面端にブロックを置いてカメラと一緒に移動するブロックオブジェクトを用意するっていう話ですね。でこれに関してはこのカメラの中でブロックオブジェクトを置こうかなと思ったんですけど、ちょっと、前も言ったと思うんですけど、このルートポジションにブロックオブジェクトがないと、あんまりブロックの挙動としてあんまりいい結果が得られないっていう形で、このルートポジションのブロックって中心位置からずらせないので、カメラ側をずらしておけばいいんですけど、ちょっと扱いがやりにくいので、対処策としては、他にもいろんな方法はあるのかなと思うんですけど、このカメラスクロール、この PP カメラスクロールに対して、このボリューム、このいろんなオブジェクトがある中で、このブロッキングボリュームっていうのを選んで出して、このブロッキングボリュームをこの BP、このムーバブルにしないといけないんですね。この状態だと、親子付けできないので、ムーバブルにして、この BP カメラスクロールに親子付けするっていう。そうすることでカメラにくっついてくるブロックオブジェクトができるので、これを、どうですかね、この辺、位置関係はちょっとよく、確認しないですけど、これを2000くらいにしたら、一応上下ぴったりに合うかな。で、この状態で何でもかんでもブロックすると、その辺にあるオブジェクトとかがいろいろ問題が起こるので、コリジョンプロセットをそれ用に作っておくべきなんですけど、今回は説明用って形でこのカスタムにして、全部無視するにした状態でこのプレイヤーっていうところだけこのブロックにしておきます。この状態で一回プレイしてみましょうか。この状態でプレイをしてカメラが移動します。ちょっとこの辺摩擦とかがあってぶつかったっていう状態で少し変な引きずり方されてるんですけど、この辺はちょっと引っかかった感じをなくすためにちょっと調整は必要な気がしますが、そこは今回のお題ではないというか
ちょっと今回はそこはほっときます。で、とりあえずこれで、さっき言ってたカメラがプレイヤーに置いてけぼりになるっていう部分に関しては、ここにセットすることによって問題は解決するんじゃないかなと思います。で、一応とりあえずこの強制スクロールで壁に押されるっていう状態になったら、この左端のこの潰されるっていう表現をどうするかっていう感じですね。現状だと潰されても何も起こらないんですけど、ちょっと障害物をこのタイルマップ、このタイルマップのさっき作ったステージ04、これに対して、ちょっと障害物を用意しようかなと。で、これを保存して、で、レベルも保存して、この障害物に対して、現状何も設定してないので、障害物に挟まれたら、一定の間隔というか、一定以上押しつぶされると、無視するみたいな設定にデフォルトでなってると思うので、この状態で死なずにすり抜けていくっていう状態なんですけど、ここを、死ぬ設定にしてみようと思います。で、そうするためには、ちょっとこのヒットが今どういう状態のヒット状態かっていうのを確認するために、このイベントグラフで、今ちょっとこのヒットイベントがなんかごちゃごちゃしてるので、ちょっと別のイベントを用意して、このカプセルを右クリックからアドイベントでオンコンポーネントヒットを追加で、このカプセルのヒット情報を持ってきて、でこのヒット青い部分から右にドラッグしてブレイクヒットリザルト、これを用意して、今これやろうとしているのは、このカプセル状態のブロックコリジョンがどういうヒット情報を受けているかっていうのを見るために、ちょっとここにプリントストリングを用意して、ヒット情報が送られてきたら、なんかこのプリントストリングの当たった方向、インパクトノーマルっていう当たった方向の情報をプリントストリングで見たいと思います。で、これをプレイして、今壁に当たったらマイナス1っていう風に出たんですけど、x マイナス1っていうのが出るんですけど、こっちの左側の透明な方のやつは、この自分で動いていないので、親子付けになっている方の子供の方のブロックに関しては、なんか当たりましたよっていうブロック設定が、ブロッキングの情報がプレイヤーに伝わっていなかったので、これなんでなんだろうなと思ったんですけど、ざっと見た感じよくわかんなかったので、とりあえずこれ親子付けにしたこのブロッキングボリュームに関しては、イベント情報が取ってこれないので、それはそれとして、じゃあこの壁際にいるっていうのを判定するために BP カメラスクロールにブロックコリジョンを1個用意して、このブロックコリジョン、初期値を40にしておいて、40にしてるのは1ブロックが今40くらいのサイズっていうことになってるので40にしておいて、でこのブロックを設定でコンポーネントタグ、このタグはちょっとよからぬコンポーネントとしてプレイヤーに伝えたいので、名前をエビルオールっていう値にしようと思います。このタグをエビルオールっていうタグを持ったこのオーバーラップイベントに関しては、このオーバーラップのコリジョンの設定もカスタムで全部無視するにした上でプレイヤーにだけオーバーラップするっていう状態にしてコンパイルして保存。で、あとはこのカメラを触った状態でこのボックス継承ってなっているものをこのブロックコリジョンよりちょい出るような状態で Z の値を1000にしておくことで、とりあえず壁際ですよっていう設定にしておいて、あとプレイヤーの方になんかいろいろごちゃごちゃしてきましたが、このカプセルコンポーネントを右クリックからこのオンコンポーネントビギンオーバーラップとカプセルを右クリックからオンコンポーネントエンドオーバーラップ、カプセルとなんかオーバーラップしたらっていうイベントを呼んできて、このアザーコンプのところにハズタグコンポーネントハズタグを呼んできて、ここのエビルオールをコピーして、直打ちすると間違いが起こりやすいのでコピーして持ってきてエビルオールにしておいて、あとは B を押しながらクリックでブランチ、こうすることでエビルオールにオーバーラップしたら、なんちゃらっていうのを用意して、
変数を1個用意して、この b エビルウォール、b エビルウォール、壁際に今いますよっていう状態で、この状態を、こんな感じに壁際じゃなくなったらチェックが外れるっていう設定にしておいて、でここまで来たら何かしらがヒットした、壁際でヒットしたかどうかを、このエビルウォールのチェックを、壁際ですかどうですかっていうチェックを受けた上で、インパクトノーマルをイコールベクターを用意して、違うな、こうじゃないな、これをインパクトノーマルを右にドラッグして、このブレイクベクターにして、X 軸の情報だけもらって、X の値が小なり、このフロート小なりフロート。で、このマイナス 0.5 っていう値、1でいいんですけど、X にマイナス 0.5 より小さい値の衝突があったら、壁際でそういう衝突があったら、それは挟まれたってことでしょうということで、デス関数に飛ばしていこうかなって感じですね。あとはちょっとプレイして確認してみましょう。プレイをして、この壁際の状態でここにヒットしたら、こっち側に関しては衝突のイベントが起こらないみたいなので、ちょっと諦めて、壁際にオーバーラップイベントを仕込んどいて、壁際にいる状態でこっちに当たるっていうのはほぼ挟まったっていう状態になるので、ちょっと若干苦しいっていうかベストな選択ではないような気がするんですけど、これでどうでしょうかって感じですね。この状態で、挟まれたら死にますよっていう状態です。この辺もうちょっとこいつ自体がこのヒットイベントでどうにかするっていう設定にした方がいいような気もするんですけど、なんかうまくこのヒットイベントが呼んでこれなかったので、オーバーラップで代用します。で、あとは、左端のコリジョンの挟まれて死亡の判定はそんな感じでどうでしょうかっていう感じで、プレイヤー死亡時カメラとコリジョンの位置をリスポーン地点に移動させる必要。これ中間地点とかそういう話ですよね。中間地点を例えばこの花を用意して死んだら花から始めるっていう、この後に死ななきゃいけないので、タイルマップのステージ04を、こっち側でも死ねるようにしておいて、これを乗り越えてセーブポイントというかチェックポイントに着いたら、ここで挟まれて死んだらチェックポイントから戻るっていう状態ですね。現状この状態だとプレイヤーだけこっちからっていう形になるんですよね、多分。死にました。で、プレイヤーはここからだけど、カメラは一番左からっていう状態を、カメラもこのチェックポイントの位置から始めたいという形で、このチェックポイントの位置っていうのを、情報を持っているのが、このゲームインスタンスが情報を持っているので、このゲームインスタンスの情報をもらってくるために、この BPI ゲームインスタンスを開いて、新しい BPI アンダーバーゲームインスタンスリスタートポズっていうのを、そういう関数を用意して、アウトプットにリスタートアンダーバーポズっていうのを用意して、変数の型をベクターにしておきます。こうしておくことで、ブループリントインターフェースを開いたら、このインターフェースの中にリスタートポズっていうのがあるので、このリスタートポズにこのリスタートロケーションっていうのを当てがってあげて、こうやって持ってくることによって、このカメラの位置情報っていうのを、ちょっとこのカメラがセットされます3秒っていうのの間に、設定としてはゲットゲームインスタンスで BPI リスタートポズ。このリスタートポズを、これの値がイコールベクターでブランチでチェックで、00の時はチェックポイントに通過してないっていう値っていう今のところの設定なので、00だったら true
トゥルーっていうか最初期位置からっていう形で00じゃなければっていう設定をこれから組む感じかな。00じゃなければこのスタートポズの値の、欲しいのはブレイクベクターのスタートポズの Z 値とこのリスタートポズの X 値で、この X 値をメイクってやるとメイクベクターが出てくるので、これでつなげようかなと思います。このスタートポズでカメラの高さをして、今のところ左右にしか動かないのでカメラの高さは Z スタートポズで位置合わせをして、でこのインスタントリスタートポズに関しては X1 このレベルのどこに今チェックポイントがあるかっていうのを、ここでセットして、でこの足し算をスタートポズにもう一回セットして、でこのスタートポズイコールカメラの位置っていう形にするためにセットアクターロケーションで、この座標位置にカメラが移動しますよっていう形にすると、ちょっとこれは横着ですけど、とりあえず多分カメラは移動すると思います。この状態でチェックポイントを通りました、死にました。でここから始まります。カメラは移動します。ただ現状、5秒間でこうカメラが左から右に移動する中で、でもあれか、もともとここが初期位置だから、あんまり差がないんですね。あんまり差がないので、あんまり気にならない程度の差ですけど、中間ポイントみたいな形で真ん中に設定するみたいな形にする場合、このタイムラインカメラをセットニュータイムっていうのがこれの何秒あたりかっていう設定みたいなので、ここを例えばやりすぎだとして3とかってやると多分めっちゃ短い期間で残り2秒間で右に移動するみたいなスピードになるんじゃないですかね。この状態でチェックポイントで死んだら、2秒間でゴールまで行くっていう形になるって感じですね。ただこれ、ちゃんとやる場合、これをもう一個こっち用のタイムラインを用意してもいいかなと思うんですけど、単純に左右に移動するだけだったらタイムラインじゃなくティックを使った状態でアドムーブメントだっけ、アドなんちゃらっていう、アドロケーションアドアクターローカルかな、ワールドオフセットどっちかな、この辺の設定を、全部なしにしてこっちを使ってもいいですけどね。これでX に1とかって入れると多分これでカメラが移動するんで、タイムラインよりこっちの方がいいかもしれないですけどね。こっちでやれば一定の位置まで到達した時に、一定の距離まで到達した時にというか、このビギンのところでまず最初にこのティックを切った状態から始めて、ディレイ3秒のティックエナブル3秒したらティックがオンになって、ディレイを5秒したら10秒したらティックがオフになるみたいな方がもしかしたら処理が楽かもなっていう感じですけど、ただとりあえずタイムラインの方法っていうのと、このティックでカメラを動かすっていう方法も両方知ってていいんじゃないかなと思いますね。リスタートの部分にカメラを合わせるっていうのと、リスタートに合わせるんだとしたら、タイムラインでやると、もう一個タイムラインを用意する必要が出てくるんですけど、こっちのティックの設定でやると、中間点から何秒かっていうのを把握してれば、そこからっていう形でもいいのかなと思います。あとはこのティックに関してはいいとして、ちょっとこっちのタイムラインの方がちょっと位置関係的に今ちょうどいいので、この状態で次にやろうとしているのは、
この 2D アクションの迫る溶岩についてっていう形で、まあ単純にこれが迫ってくればいいんだろうなっていう形なんですけど、まあこれを迫る溶岩について、とりあえず今のところこの横スクロールに関しては、こっちをもうちょっとだけ溶岩につながる作り方としては、このタイルマップを1個用意して、クリエイトタイルマップトゲトゲを用意して、マップハイトを20にして、グリッド表示して、このたくさんある中のこの、ちょっと柱みたいなタイルを選んで、こんな感じで縦に並べると、ちょっと迫ってきそうな壁に見えるかなっていう感じで、あとはここの針みたいなのを回転させて、塗りつぶしましょうか。この状態で保存して、このピクセルパーアンリアルユニットを 0.2 にします。で、これをここに用意して、もう一個このタイルマップで、このレイヤーコライドにチェックを外しておきます。これでもう完全に当たり判定はない状態なんですけど、これの位置関係を Y に100とか手前に持ってくることによって、基本的に全て何よりも手前に来るっていう扱いの柱にして、で、あとはこのトゲトゲ、このタイルマップをこのカメラの移動に親子付けでつけて、あとはあれですね、このカメラのエビルウォールに触れたらどうにかするっていう部分で、今のところこの触れたらこのチェックが入るっていうだけのところを、ここにこのですとかにしておくと、今まではチェックが入るだけだったのが、触れたら死にますっていう状態にしたら、ちょっと試してみましょうか。よいしょ。これは触れたら死ぬっていう状態ですね。で、ちょっとこの状態だと壁がはっきり見えないので、ちょっともうちょい見えるようにした状態で、カメラのボックスももうちょいこの辺見える状態にして、あとはちょっと近すぎるので、これくらいにして、単純に追っかけてくる。さっき書いてあった溶岩っていうのは下から上がってくる。これに関してはもう溶岩の絵を用意すればこれと一緒っていう感じなんですけど、この辺を、下から上がってくるっていう説明をする上では、今まで作ってたこのレベル2っていうのがカメラが下から上がっていくっていう状態なんで、これを使っていこうかなと思うんですけど、説明に使っていこうかなと思うんですけど、なんかちょっとこれプレイヤーのコリジョンにこのすり抜け床がうまく反応してくれない設定をいじったせいでちょっと変な感じになってるので、ここはちょっとのけようと思います。複製してレベル05を用意して、でこのレベル05のこのすり抜け床はちょっとうまく反応して、今設定できてないので、あとはそうですね、さっき作ったトゲトゲを Y 軸で90、この状態で100、この状態でこれが上に上がっていけばいいんですよね。ボリュームを1個用意して、トリガーボリュームを1個用意して、これに触れたらプレイヤーが死ぬっていう状態にして、トリガーもカスタムにして、プレイヤー以外には触れないようにして、横幅を2000じゃない、1600 でぴったりか。トリガーボックスを用意して、このトリガーボックスを移動できるようにムーバルブルにして、で、さっきのトゲトゲ、どれだっけ、このトゲトゲをこのトリガーボリュームに親子付けします。で、あとこのトリガーボリュームが下から上にこうガーッと上がっていけばいいかなっていう感じなので、さっきやったみたいにタイムラインを用意してもいいですけど、秒数とかがよくわかんない状態でスピード感だけイメージできるようであれば、ティックを使って、一旦このティック、クラスのデフォルトのティックを切った状態で始めて、ディレイで3秒経ったらティックイネイブル。3秒経ったらティックのチェックが入って、ディレイの50秒くらい経ったらティックが止まりますっていう設定にして、あとはこのトリガーボリュームを選択した状態で右クリックをしてリファレンスを作成と、あとこれに触れたらっていうですね、このトリガーボリュームにオーバーラップしたら、ここにトリガーボリュームに触れたら PPI プレイヤーです。
プレイヤーが触れたら死にますっていう設定をした上で、アドロケーション、アドアクターワールドロケーション、オフセット、アドアクターワールドオフセットか。オフセットで Z に1にすることで、3秒経ったら上がってきます。で、上がって、あれ上がってきたよね。よいしょ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 。この辺も今チェックポイントから始まったんで、あれですけど、こっちの位置情報も、それに合わせて、このチェックポイントの情報を取ってきて、位置を調整するっていう感じになるんじゃないですかね。とりあえずクリアしたいですね。よいしょ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 。クリアできなかった。ちょっと、クリアだけしよう。編集するかもしれないですけど。とりあえず、クリアする。よいしょ。クリアのところまで行きたい。って感じですね。どれくらい待てば来るんだっけ。これを溶岩だと見立てて、溶岩がせり上がってきますっていう感じですね。この後半のこのトゲが迫ってくるやつに関してはちょっと早足になったんですけど、どうですかね、こんな感じで。あとはなんかこう迫ってくる時に少しカメラがガタガタ揺れたりすると、もしかしたらなんか迫ってきてる感があるのかなっていうのを、ちょっとだけやってみましょうか。作る場所はどこがいいかなっていう感じなんですけど、このブループリントの直下にブループリントクラスでシェイク、カメラシェイクを選択した状態で、名前を BP アンダーバーカメラシェイク、カメラシェイクで、カメラシェイクの設定を、この辺あんまり詳しくないんですけど、ここにチェックを入れて何秒間どうしますかっていうのと、この辺がどうなんだっけ、試しに11ってやった状態でどこのブループリントに組み込んでもいい気がするんですけど、ここに入れましょうか。ここにタイマーバーイベントで1秒間に1回カスタムイベントを追加で、カメラシェイク、1秒間に1回カメラシェイク、これ50秒だったら50秒間ずっとシェイクしてりゃいいんですけど、1秒のシェイク設定なので、ゲットプレイヤーカメラマネージャーを呼んできて、これのシェイクでプレイカメラシェイクを呼んできて、でシェイククラスを BP カメラシェイクにして、スケールで振れ幅とかを調整できるんだと思うんですけど、これで動かしてみましょうか。縦に入れてるって感じですね。ちょっとこれだと良くないので、ちょっと前作ったやつを確認して、前やったの 0.4 の100になってましたね。この状態で触ってみましょうか。これがいいかどうかは別として、とりあえずこういう画面がガクガク震える感じにする場合、こんな方法もありますよっていう感じですね。現状の設定だと、ここにチェックを入れて、ここを1にして、ピッチのアンプリチュードを 0.4 にして、フレケンシーを100にしたくらいですね。そこだけ触った状態で今くらいの状態にはなるので、って感じですかね。この辺に関しては、カメラシェイクに関しては、ヒストリアさんのブログで結構細かく説明してくれているので、それもリンク説明欄に載せておくので、カメラ揺らしたいよっていう場合はそっちを見てもらった方がいいかもしれません。って感じですかね。一応これで質問の内容、カメラ置いてけぼりにならないように、プレイヤーが置いてけぼりにならないようにっていうのと、挟まったら死にますよっていうのと、触れたら死ぬ物体が迫ってくるっていうやつに関しては、こんな感じかなっていう説明でどうでしょうかって感じですね。
で、次回は、これもまあジャモさんが質問をくれたやつで、ベルトスクロールはなんかまあこういう疑問点があるんだけどっていう疑問があるみたいなので、これに関してはこの間のゲームジャムの生配信でもやったんですが、もう少し丁寧に答えてみようかなと思います。って感じで次回もよろしくお願いします。